ヤンニョムチキンを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はヤンニョムチキンを作りたいと思います。はい、ということで今回は韓国料理でも大人気なヤンニョムチキンを作っていきたいと思います。今回作るヤンニョムチキンは鶏胸肉を使って作っていきたいと思います。鶏胸肉はね、結構パサつきやすいんですけれども、このパサつきをなくして柔らかジューシーに仕上げる方法もご紹介していきます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめに鶏肉などの材料をご紹介します。材料はこちらです。鶏胸肉、お水、お砂糖、塩、片栗粉、卵、サラダ油。こちらの材料で作っていきます。まず今回鶏肉は胸肉を使っていきます。こちらはお好みでもも肉を使っていただいても OK です。胸肉はね、結構パサつきやすいので、今回はブライン液というものにつけて作っていきます。このブライン液につけていただくとお肉がね、とても柔らかジューシーに仕上がります。そのブライン液の材料はお水とお砂糖と塩です。こちらで作っていきます。あと衣はね、この2つだけなのでとても簡単です。さらにですね、今回油をたったの大さじ2杯で作っていきます。続いてヤンニョムチキンのタレとトッピングの材料をご紹介します。材料はこちらです。ケチャップ、コチュジャン、お酢、蜂蜜、お醤油、ごま油、おろしにんにく、ピーナッツ。タレとトッピングはこちらの材料で作っていきます。まずこちらのピーナッツはね、トッピングで使っていきます。こちらはお好みで白ごまを使っていただいても OK です。あとタレに関しましてはこのようなね、材料で作っていきます。蜂蜜を使っていただくことでコクが出てさらにまろやかな仕上がりになります。あと辛さはコチュジャンでつけていきます。こちらのコチュジャンの量はですね、お好みで変えてください。大さじ1杯くらいだとね、そこまで辛くないので、もし辛いのがお好きな方はね、もう少し増やしていただくといいかなと思います。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それでは早速作っていきます。まず鶏胸肉をブライン液につける作業からしていきます。今回ね、皮は使わないので皮は取り除きます。はい、 OK です。そしたら続いてですね、ブライン液が浸透しやすくなるようにフォークで全面に穴を開けていきます。そして裏面からも穴を開けます。はい、 OK です。そしたらこちらに戻していただいて、お肉をね、一口サイズに切っていくんですけれども、お肉はね、筋を断ち切るように切っていただくととても食べやすい仕上がりになります。鶏胸肉はですね、このように3ブロックに分かれて筋が入ってます。なのでまずね、3ブロックに分けます。まずね、こんな形になってるんですけど、この上の部分ですね、これを切り落とします。続いてこちら見ていただくとね、ここからちょっと分かれてるの分かるかな。こんな感じで筋が入ってます。なのでこの真ん中を切り離します。あとはね、もう繊維が入っているので、それを断ち切るように食べやすい大きさに切ってください。大きいものはね、半分にしてから切りましょう。こちらも繊維を断ち切るように切っていきます。このお肉はね、こうやって縦に入ってるので、それを断ち切るように切っていきます。結構ね、これ分厚いのでね、厚くなりすぎないように切ってください。はい、 OK です。お肉はこのように切ってください。それではポリ袋を用意してください。この中にお水、そしてお砂糖、塩、この3つを加えます。そしてよく混ぜましょう。はい、 OK です。そしたら口を開けて、ここに先ほど切ったね、鶏胸肉を入れます。塩がね、お肉のタンパク質を壊す性質があります。そのタンパク質を壊すことによって水分が中に入ってきます。さらに塩はですね、水分を保持する働きもあるので、柔らかジューシーな仕上がりになります。塩だけだとね、つけておくととてもしょっぱくなってしまうので、それを軽減させるためにお砂糖を加えてます。さらにお砂糖を加えていただくことでブライン液が浸透しやすくなります。ではこちらを軽く揉み込みます。そして口を閉じます。はい、 OK です。ではこちらを冷蔵庫で1時間漬け込みます。もしね、時間がない時は30分だけでも OK です。ではこのまま入れておきます。ではお肉をブライン液につけている間にトッピングのね、こちらピーナッツを砕いていきます。これはね、ポリ袋に入れて綿棒でね、こう叩いていただいても OK です。やりやすい方法でやってください。ではね、細かくしていきます。はい、
ピーナッツの準備はこれで OK です。では続いてつけだれの準備もしていきます。容器にケチャップ、そしてコチュジャン、お酢、蜂蜜、そしてお醤油、ごま油、そしておろしにんにく、これをよく混ぜましょう。はい、OK です。ここでね、一度味見していただいて、お好みでね、辛さなどを調整してみてください。辛味なんですけれども、コチュジャンをね、あんまり入れすぎると今度しょっぱくなっちゃったりするので、もしね、たくさん辛くしたい時は一味唐辛子とか入れていただくといいかなと思います。こちらは使うまでこのまま置いておきます。はい、1時間経ちました。それではね、このブライン液からお肉を取り出します。はい、ブライン液から取り出しました。そしたらですね、このお肉についてる水分ですね、こちらを一度拭き取ります。ではキッチンペーパーを用意して、この上にお肉を置きます。はい、そして上からですね、キッチンペーパーをかぶせて水分を拭き取ってください。はい、お肉の準備はこれで OK です。ではね、今からお肉に卵をね、絡めていくんですけれども、今回卵は半分しか使わないので、まず溶きほぐして、そして半分で計量します。これは大体で OK です。ボウルに卵を割り入れます。そして混ぜましょう。はい、OK です。そしたら先ほどのボウルにお肉を戻し入れてください。そしてここに卵液を半分入れます。こちら余るので他のねお料理に入れて使ってください。そしたらお肉にね卵をよく絡めます。この後ね片栗粉をまぶすんですが、片栗粉をまぶす前にこのように卵を絡めていただくとふわっとした衣になってタレが絡みやすくなります。はい、 OK です。それではこちらのお肉に片栗粉をまぶしていきます。さっとねこんな感じでねまぶしてください。このぐらいです。ではねどんどん同じようにまぶしていきます。はい、お肉の準備はこれで OK です。ではね今から油で揚げ焼きしていきます。今回ね先ほども言ったんですが、たったね油は大さじ2しか使わないのでとても手軽に作ることができます。ではフライパンに油を敷きます。そして火にかけてください。とねフライパン全体に油を回しましょう。このまま40秒ほど油を温めてください。そしたらね一度片栗粉をね軽くジューッとやっていただいて、その時にねじわじわっと音がすれば OK です。そしたら火加減は弱めの中火にしてください。お肉を置いていきます。この時ねやけどしないように注意してください。はい、 OK です。そしたらねこのまま一度ね表面に軽く焼き色がつくまでいじらずにね揚げ焼きしていきます。油の位置に少しムラがある時は少しね傾けたりして全体に油が行き渡るようにね揚げ焼きしていきましょう。結構ね油がパチパチ跳ねてきたりするのでやけどだけにはね十分に注意してください。はい、そしてねカリッとね少し焼き色がついたところから裏返していきます。よいしょ、このぐらいです。これ裏返すとねかなりパチパチ弾くのでね本当にやけどは注意してください。はい、そしてまたこのまま揚げていきます。はい、 OK です。そしたら火を止めます。今ねだいたい 5,6 分焼きました。この焼き時間に関してなんですけれども、お肉の厚みとかでもね適正な時間が変わってくるので様子を見ながら揚げてください。もし心配な時は大きいお肉を1個取り出して半分に切ってね中までしっかり火が通ってるかチェックしてください。そしたらですね余分な油をキッチンペーパーで拭き取ります。はい、 OK です。それではですねこのタレの量なんですけれども、お肉1枚でもねグラムが変わってきて量が変わってくると思います。ちっちゃめのお肉だとね全部入れるとしょっぱくなってしまうと思うので、タレの量はねお好みで調整してください。ではこちらを回しかけます。心配な方はねまず3分の2ぐらい入れて残りは調整していただくといいかなと思います。火にかけます。このタレをね絡めながら軽くね炒めていきます。これはね全部入れちゃいます。絡めます。はい、 OK です。このようにお肉にしっかりタレを絡めてください。美味しそうに仕上がりました。こちらのピーナッツはね最後盛り付けた後にトッピングしたいと思います。はい、これでヤンニョムチキンの完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにタレもしっかり絡んで美味しそうに仕上がってます。最後のピーナッツなんですけれども、
少しね余ったタレに絡めて、その後上にトッピングしました。そのままかけていただいても OK です。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではいただきます。お肉のパサパサ感がなくて、とても柔らかい仕上がりになってます。美味しい。そしてこの味わいもちょうどいいですね。辛さもねそこまでないので、お子様も美味しく召し上がっていただけると思います。とにかくお肉がすごく柔らかいです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のヤンニョムチキンのポイントです。まず今回のヤンニョムチキンなんですけれども、鶏胸肉を使いました。鶏胸肉はね結構パサつきやすいんですけれども、ブラン液につけていただくことでとても柔らかジューシーな仕上がりになります。今回私はね1時間漬け込んでるんですけれども、もし時間がない時は30分でも大丈夫なので、ぜひね漬け込んでから作ってみてください。漬け込む時はフォークで穴を開けて、その後一口サイズの大きさに切ってから漬け込むようにしてください。切る時もですね、繊維を断ち切るように切っていただくと、より柔らかい食感に仕上げることができます。切り方一つでも変わってくるので、ぜひ切り方もやってみてください。そしてヤンニョムチキン自体のポイントです。ヤンニョムチキンはですね、片栗粉をつける前にお肉に卵をコーティングしました。そうすることで衣がふわっとして、さらにヤンニョムチキンのタレがとても絡みやすくなります。今回はですね、サラダ油たった大さじ2杯で作ることができます。なので油の節約になったりとか、後処理とかも必要ないので、とても手軽にできると思います。この焼き時間に関してなんですけれども、お肉の分厚さとかでも変わってくると思います。もしきちんと火が通ってるか不安な時は、一度ね大きいお肉を取り出していただいて、そしてそれを半分に切ってきちんと火が通ってるかチェックしていただけたらと思います。あとはですね、タレを絡めるだけなんですけれども、このタレの量に関しましては調整して加えるようにしてください。というのもですね、鶏胸肉1枚でも大きさが結構変わってくるので、もし小さいもので作る時は3分の2ぐらいがちょうどいいんじゃないかなと思います。こちらはお好みなので調整してみてください。最後にですね、今回ピーナッツをトッピングしたんですが、こちらは白ごまでも美味しく召し上がっていただけます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はヤンニョムチキンを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。